かいた爪の跡だと思います。すごく押し出し感があって、これは存在感にもつながっている部分なんですけれども、プジョーはめちゃくちゃライトがかっこいいですよね。もう一個ここにあるんですよね。これは私の体にジャストフィットだわ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日ご紹介するのはこちら、プジョーの3008です。新しくなりました。日本にも導入されますけれども、中でもですね、私今回実はですねフランスに来ております。そしてこのフランスでですね E3008 の EV でフランスを旅してきました。私今ノルマンディーでこれを撮ってるんですけれども、 E3008 意外とフランスでも乗れちゃったよと、これ日本でも合うんじゃないのと思いましたので、そちらの方をねレポートしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。またインスタグラムにはこちらの様子をですね、上のハイライトのところに旅の様子まとめてますので、そちらもぜひご覧ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。はい、というわけでこちら3008です。他のパワートレインのものを私今回まだ見てないので何とも言えないんですけれども、今回のこの動画に関しましては E3008 見に行きたいと思います。EV モデルですので、かなりですねそのクローズになっているグリルあたりがちょっと他のモデルとも違うかもしれないんですけれども、E3008 に関しては非常にスタイリッシュです。プジョーね、このライオンのロゴが新世代になってからちょっと久しいかなと思います。前のねこういうやつもすごくかっこよかったんですけれども、よりグラフィカルになってよりですねちょっとこうキリッとしたと。ごめんなさい、めちゃくちゃ虫ついてて、もうこの時期ですねフランスすっごい虫多くて、ルマン24時間の車載ねオンボードを見てた方は分かるかと思うんですけれども、速度で走っているともう雨かと思うぐらい虫が降り注ぐんですが、そんな感じになっちゃっててちょっとごめんなさいなんですけれども、フランスでね洗車場を探すのってすっごい難しいんですよ。ほとんどなんか日本ほど洗車に情熱がないのでなんですけれども、それを置いといて、非常にこうデザインとしてはグラフィカルで美しいです。グリルのところが本当に綺麗で、右から左中央のエンブレムに沿ってですね、外板が占めるエリアがどんどん大きくなっていくといったような波紋のようなね秘密なデザインになっています。ボンネットのところがね少し浮いてるようなデザインになってるんですね。この3008という車種名のところ、ここが少し浮いてるみたいな感じになって、ここがですねギャップがあるんですね。はい、そしてかなりですね、実はこの黒の部分、インテークの部分、グリル部分っていうのがですねピリッと効いていて、内燃機関をも思わせるような少しクラシカルな感じもあります。 E3008 ですので、実はこの中がですね全部閉められてます。だからグリル形状に見えておいて、ここは全部クローズになってるんですよね。でこの下のインテークだけ、少し空力のために少しだけの、その冷却のために開いているという感じはするんですけれども、非常にこのインテークの部分は小さいです。スポイラーのところなんですけれども、ここはですね艶黒になってます。艶黒とこのメタリック、艶消しのメタリックがですねうまく引き締めていて、ここもですね実は本当にね黒の分量がとっても多いんですよね。さあそしてやはり新世代のプジョーデザインといえばこちらのひっかいた爪の跡だと思います。これがポジションランプになりまして、細いライトと相まってプジョーにしかありえないような強い存在感を示す顔になりました。プジョースポールのこのブランドロゴにもこの3つの線がですねあしらわれまして、これがすごくグラフィカルでとってもスポーティーでかっこよかったです。このラインが非常に印象的ではあるんですけれども、実はこの中にもですね3つカッコみたいな感じの鋭い頂点を持つデザインがですね実は3つ入ってます。ライト自体はこの3本のラインだけなんですけれども、それがですねこの中の構造物のですねラインによってクッと曲がったような感じになって、外に大きなねデザインを作っているというのも面白いと思います。このライトの下部ね、目の下のアイラインのところには白いメタルの内部構造が入っているんですけれども、これがですねすごく細かいですね斜線が入っている、ラインが入っていてエンボスになっている、こうシュッとこうねすったみたいな感じのちょっと墨のようなねメタリックが入っているっていうのもすごく印象的だと思いました。さあそしてボンネットです。めちゃめちゃボリュームがあります。今回ですね新しいプラットフォームが使われております。ステランティスグループでですね挑戦する新たな EV プラットフォームなんですけれども、この中にですねパワフルなモーターが入っておりますが、ボリュームのあるボンネットなんですけれども、鼻先はストンと切り落とされていてスタイリッシュ。このボンネットだけでもですね非常にこうパワフルということを感じさせますよね。プジョーはですね非常に直線デザインというのを大事にしているような気がします。ですから割とマスキュリンというか、こう結構ですねこうはっきりとした押し出しの強いデザインっていうのをですねこの3008で余計に完成させたかなと思いました。さあサイドビューです。とって
ても伸びやかで綺麗ですけれども、このボンネットの厚みのボリュームっていうのをここで分かっていただけるかなと思うんですよね。このフェンダーアーチからこの上の部分がちょっと乗っかったみたいな形になっていて、厚みのあるボンネット、目の上にね少し乗っているような感じで、ここで厚みっていうのを感じさせます。すごく押し出し感があって、これは存在感にもつながっている部分なんですけれども、対してリアビューはですね結構スリークにねシュリンクしていて、クーペ SUV ライクな姿をとっています。ここまでがですね居住性がありますので、この後ろのデザインがねものすごいフレンチだと思うんですけれども、前のボリュームとここのスリークさで非常に伸びやかなこうねストレッチしたような感じのデザインを表しているというところ、フレンチデザインの妙っていうのを感じます。さあ、この斜めに見た方が分かりやすいかなとも思いますけれども、これぐらいのボリューム感です。前のドアも非常に大きくて、後ろのドアも大きいので、乗り込み自体はものすごくイージーなのにもかかわらず非常にスタイリッシュなんですよね。個人的にはですねこのルーフ側のこのメタリックが効いてるかなと思います。艶消しシルバーでこれが入ることによって現代的でもありますし、またその先進的なおしゃれさっていうのも表していて、しかも長く見えますよね。さあ、フェンダーアーチの上にもう一本ラインが入っていて、このフェンダーの膨らみっていうのを余計に強調しています。それとこのドアの下部にですねキュッと折り込むようなラインが強く入っていて、ここもですね面の美しさっていうのを感じさせます。でショルダーラインにも一本線が入ってるんですけれども、ドアパネルには何も装飾がなく膨らみというのも同時に感じさせますが、このような鋭いラインを持ってきてるのもここもフレンチデザインの特徴かなと思います。はい、ちょっとですねタイヤ埋まっちゃってますけれども、こちらタイヤとホイールです。EV らしくですね非常にクローズドな、冷却はあまり関係ないよと、で空力の方を取ったよみたいな感じのホイールデザインになっているのが特徴的かなと思います。タイヤもちろんいいプライマシーミシュランです。このマッチングがすっごい良かった。びっくりするようなフィールだったので、ぜひですねこちらは試乗編でお届けしていきたいと思っております。235の50の20インチということでですね、それなりの扁平なんですけれども、ホイールのデザインの存在感っていうのを感じますよね。このデザインも先ほど申し上げた通り非常に直線的です。やっぱりフレンチって個性的ですよね。こんなデザインになってるんです。この電気自動車に関しましては、リアのデザインっていうのは空力と航続距離にも効いてきますので、ここのデザインの処理というのが割とこう似たような感じになってしまいがちなんですけれども、このね三角の D ピラーのあたりのこの3枚目の窓ね、このエリアの作り方がレトロフューチャーというか、すごくこれも上手だなと思いました。面白いですよね。形状として大きなガラスのパネルになっているんですけれども、パキッとここまで全部そのピラーレスというか、こうパネルをはめ込んだ、ガラスパネルをはめ込んだみたいな感じになってて、こことても見どころだと思います。はい、リアビューです。リアもですねすごくスリークなんですけれども、そんなに腰も低くもないですし、腰高感もない。これ不思議なデザインですよね。それがさっき言ったように直線っていうのをうまく使ってこうねリズミカルなラインをすごく作ってるからだと思うんですよね。ここもやっぱりちゃんと尖ってますし、またこのダクテールみたいにですねそのリアのスポイラー形状としてピッと跳ね上がったような形状になっているっていうのが、すごくですねこんな辺までライトがあるので、高いのに高く見えないっていう、高いっていうのはハイトね背の高さが高く見えるのに高く見えないっていう不思議なデザインを実現してるんです。もう正直ちょっとねぐっと心をつかまれるような、やっぱすごいなデザイン力って思わせるようなところです。はい、こうやって見るとわかるでしょうか。この造形とこの造形のラインがですねここでつながるみたいな、見た目にねここで空気がフィュッと流れていくのが見えるみたいな感じのラインになってます。そしてプジョーという文字が入りまして E3008 という文字が入りました。EV であることをですねリアビューですぐにわかるようなデザインになっています。光らせてみますね。とにかくこの世代のプジョーはめちゃくちゃライトがかっこいいですよね。はい、それではブレーキを踏んでおりまして、今ライトをオンにしております。オートからライトをですねオンの状態に切り替えました。右、こちらのライトももちろん3本線のくっきりとその爪の跡を思わせるようなデザインが入っているんですけれども、それだけじゃなくてここなんですけど、なんかちょっと肉球みたいな。なんかちょっと肉球感ありません？なんかここでこれが、かっこかわいいというかね、猫じゃないんですけど、ライオンなんですけれども、猫科を思わせるような感じの衣装になってます。さらにこのですねディフューザーのところは、この GTRS みたいな感じでねすごいナンバーですけれども、ここがそんなにめちゃくちゃスポーティーな感じではない。例えばですねすごいディフューザー形状が立っているとかいうような感じではないのに、とってもですねシックで、ここも落ち着きのあるデザインになっているっていうのもあまりにもいかつすぎないね、ちょっとハードルが高すぎないっていうことを感じさせるすごくいいデザインだと思いました。
さあそれではラゲージルーム開けてみたいと思います。もちろん電動です。EV でも電動じゃないものもある中でですね、クーペですし、このサイズですし、ガバッと大きく開きます。でこれです。パリ2泊、ルマン2泊、そしてノルマンディ1泊、この後にパリ1泊、その後にドイツに行くっていう予定だったので、もう結構このラゲージスペースを使い倒したんですが、めっちゃ使いやすかったです。なぜならば割としっかり広いんですよ。でこのボードもですね、私は今下に下げてますけれども、もう一段上にすることもできますから、もうちょっと力がない人とかだとですね、シームレスにこれを出し入れすることもできると思います。でこういう段がないというかね、そういう風にボードを、アレンジすることもできます。ちなみに私がずっと愛用しているこのオッチオのスーツケースなんですけれども、これもご提供いただいた、かなり前にねご提供いただいたものなんですけれども、これめちゃくちゃいいです。なぜならばこう上げていくときにいろんなところを持ってあげれるので、2週間の旅程のヨーロッパとかでも全然大丈夫で、こっちには機材があって、これは機内持ち込みなんですけれども、あとはこれですね。はい、プジョーのですねバッグの中に入っているのは充電ケーブルで、これでですねホテルを充電ができるホテルを選べばですね、意外とヨーロッパでフランスでですね EV 充電しながら旅することはできます。でこれはこれの次の動画でお話ししていきます。はい、もちろんですね、こちらのリアドアを倒して、はい、さらに荷室に余裕ができる感じになります。もう全然この中で収まっちゃって、ここはねプラスアルファのラゲッジにもなりますが、私はですね基本的にもうこのまま立てたまま使ってました。はい、ちなみにですね急速充電器にも対応しておりますけれども、ヨーロッパなのでこんな感じです。はい、これを抜いたら急速チャージャーのやつがそのままガツッと入るよと。で、通常はですねこちらの上のやつだけ使って入れますよと。さあそれではインテリア行きましょう。インテリアがもう圧巻でございます。まずでもですね、面白いのがこういうねところに、これソフトパッドでも何でもなくて、普通にこうパネルの上にですねファブリックが貼ってあるんですよね。でこういうところが今ですね、内装にファブリック使うとこうかえってプレミアム、かえって先進的っていうのがですねすごくセオリーとしてあると思うんですよね。でやはりそういうのは再生素材であるとかですね、リサイクル素材を使うっていうそのサステナビリティに対する企業姿勢を表すっていうところもあって、こんな感じでちょっとこう織りのね粗いような感じのジャガードっぽい感じの生地がですね貼られているというのと、ここにつぶつぶのあるですね、いわゆるこういうところはすごくグラフィカルでプジョーっぽいですけれども、こういう柄を組み合わせてですねパネルとしているっていうのがドアです。でプジョーのロゴが入ったスカーフの中にですねこのようにですね、はい、なんとあるんですよ。さあスターターをしますね。めっちゃゴージャス、すごくないですかこの画面。めちゃくちゃ大きい画面がねドーンと入ってるんですよね。すんごい綺麗です。でしかもご覧いただけました、もう1個ここにあるんですよね。だからここのコマンドがここだけじゃないので、パッとここでショートカットを選べる。しかもここもほらすっごいおしゃれじゃないですか。で面白いのがこの文字分かってもらいました？日本語なんですよ。これすごくないですか？実はもうこの設定で選ぶとここに日本語が出てくるんですよ。でこれはもともと私お借りした時はもちろんフランス語になってたんですけども、この状態ですね。この状態でお借りしたんですが、ちょっとやってみようと思って選んだら普通にデフォルトで日本語が入ってました。でこれやるともう一発で一瞬で日本語になります。でこのまま使えるんですよ。でちょっとねなんか日本で乗ってるみたいで情緒はないんですけれども、車ってやっぱりちゃんと安全に乗りたいので、こういうところがですね日本語であった方がありがたい。でナビゲーションと Apple CarPlay を両方ね選べるんですよね。でこんな感じで選べたりとか Apple CarPlay を選べたりします。これどっちもどっちで、その Apple CarPlay の方が便利な時もあるし、ノーマルナビの方が便利な時もあります。ノーマルナビの便利さは圧倒的にですね、このルートマップにバッテリーのこのチャージャーを読み込めるとこですね。これがあることによって、目的地までの間にですね電池の残量がどれぐらいになるかとかいうのをですね例えば選んでいける。でこれだと電池残量がついた時には 43% ですよみたいな感じでマネジメントをすることができるし、この中でですねで、これを 85% までやろうと思うと途中で、充電ポイントがここにありますよっていうのをもう自動的に、選んでくれます。めっちゃ便利じゃないですか。
だからここに寄ったら 84% でいけるよっていうのをマネジメントしてくれるっていう感じです。でここがすっごい便利なので、しかもこれね3本線が入っているところは高速充電器があるところなので、すごく便利に使えるよというね、そういうのがノーマルナビのいいところ。片や Apple CarPlay のいいところはやっぱりね、このようによく分かってるインターフェースで使えるっていうことと、道路の選択の案内がやっぱこっちが慣れてるんですよね。だからそこがすごくやりやすいっていうのはありました。あとシフトはこの状態です。ボタンになってます。これは208GTI もこの状態になりましたけども、これがここじゃなくてこっちに入ってましたけれども、同じようなボタンがそのまま使われております。そしてここです。でここに ADAS とかいろんな情報が出てくるんですけれども、ここもですねシャープかつすごく見やすいし、ADAS の絵がですねふわって出てくるんですよ。こんな感じでちょっとグラフィカルなんですよね。出方がかっこいいですよね。はい、こんな感じで動きのあるね絵でいろいろお知らせしてくれます。例えば前に突然車が入ってきたりとかすると、ここにですね障害物がありますとかいうのがオレンジでビヤって入ってきたりとかして、機器っていうのをですね視覚的に教えてくれるんですけれども、それがおしゃれっていうね、すごい憎い演出がなされています。もうこれ本当に綺麗なので、ぜひ販売店に行って見ていただきたいと思います。そしてこの下です。ここに非接触の充電があります。この非接触の充電が意外と早くてびっくりしました。でこの辺もやっぱりEV っていうことの魅力を感じるんですけれども、しっかりとですね充電できる。非接触でなかなかね充電されないもの多いんですけども、これでしっかり充電できるっていうのもいいと思います。あとクライメートはね、この辺に内部循環とかそういうのが、ここにですねショートカットであるので分かりやすいかと思います。これちょっと情緒ないんですけど、すごいでっかいサイズのサンペレをの中に入れてるんですが、もちろんですねここにドリンクホルダーがあって、でこのところにですね充電と、それからコネクトの USB の3が入っているのと、ここにシガーソケットがあって、これは閉じてるのでかなりですねおしゃれに使えるかなと思います。でここがすごいおしゃれでしょ。めちゃくちゃおしゃれですよね。でこのデザインもやっぱりプジョーっぽいなと思いますが、これが右ハンドルになったらどうなるかっていうのはちょっと分かんないです。このまま来るのかな。でもどっちにしろかっこいいですよね、すごく。でこっちにハンドルがあった方が、私は逆にここ物入れとして使えていいんじゃないのっていう感じもして、やんって思ってます。プジョーはこのコックピットをすごくタイトに作りますので、コックピット形状っていう意味ではここはすごく高いんですけれどもね、ちょっと面白い作りになってますよね。ではい、GT の文字が入りまして、ステアリングはですねすごく小径で上下をカットした形になってます、すごくこれも面白いと思うんですけれども、使いにくくないんですよ。ものすごく脇が締まって運転がすんごい楽しいので、こちらもですねご期待いただきたいと思います。でそのさっきのファブリックが全部つながってですね、このダッシュボードのところを覆っている。でここも包まれ感があってとってもおしゃれだと思います。ちょっとねこの可愛いミシュランの帽子がこれルマンでいただいたんですけども、かぶせてますけれども、はい、シートもですねアルカンターラです。でステッチが斜めに入っていて、これも白とグレーなんですよね。すっごいおしゃれじゃないですか。こういうね日頃よく目にするところがこんだけスタイリッシュってね、やっぱねメルセデスでもないしアウディでもないし BMW でもこういうデザインはないんですよね。やっぱデザインっていう意味で言うと、そのプジョー、シトロエン、DS あたりはもう独自路線なんですけれども、押し付けがましくないっていうのもとってもいいかなと思います。はい、でこのヘッドレストのところにもプジョーのですね押しのねエンボスの押しで型押ししてあるっていうのが入っていて、これもとってもかっこいいかなと思います。でコンソールなんですけど、ここがバタフライ式になっていて、ここもですねストレージとして使える。ここは私民泊の鍵とか入れてましたけれども、すごい便利でした。でここバックライトでね間接照明になっているので、物を入れても意外と大丈夫だよという感じです。でここねなんかね冷えるんですよ。もしかしたらドリンクとか入れといたら冷えるのかもな。あ、そうだ、そうかも。ここねすっごい冷えるんですよ。はい、それではリアシートいきたいと思います。リアシートも前同様ですね、ドアパネルのところはファブリックが使われていてとってもおしゃれです。ドアのところ前とほとんど衣装があんまり変わらずにとってもスタイリッシュに見えますし、このファブリックを使われているっていうところが新しく見える時代なんだなっていうのをね自分ですごい感じました。さあそれでは乗り込んでいきますね。はい、乗り込みますと、ここがですねこの前の座席のね裏がここからですね
ほらファブリックになってるんですよ。これがまたコントラストですっごいおしゃれで、ここしっかりえぐられていて膝前は余裕があります。そして3ゾーンのエアコンになっていて、下にはですねUSB のタイプ C が2つと、それからシガーソケットがついているね、ちょっとした小物入れもありますよといったような感じです。はい、非常にですね座りやすいですし、またシートの衣装もですね前と全く同じなので、ここもめちゃくちゃスタイリッシュですし、でここにちゃんとねドリンクホルダーもあってという感じなので、とっても使いやすいリアシートになってますし、なんといってもこの広さね、これやっぱりホイールベースの、その利点だと思うんですけれども、かなりですね落ち着く感じになってます。そしてなんと、はい、ガラスルーフもある。これフランスで今日は暑すぎて今回全然使わなかったんですけれども、冬とかはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。広々すぎませんか？この広さがやっぱりすごいなと思うんですけれども、かなりゆったりしてます。そしてシートのこの形状も結構ねエルゴノミックというか、すごく体にねぴったり合うんですよ。これびっくり。本当にですね後ろめちゃめちゃ座り心地いいかもしれないです。楽。リアシートねなんかいまいちそのフィットしないものが多い中で、これすっごい楽ですね。体が全然ブレないです。こう見えてブレないんですけれども、体をサポートしすぎないのでとっても落ち着きますね。これは私の体にジャストフィットだわ。すっごい楽ちん。ちょっと気持ちいい。マッサージ効果もあるんじゃないかなと思うぐらい背中にぴったりと沿います。視野とにかく広いですね。もう全然こう足組めちゃうぐらいの勢いのシートになっております。めちゃめちゃこうねふわふわするタイプじゃなくて、割とこうクッションは圧は強めなんですけれども、だからこそ余計にですねこう体を割とこうねしっかりとホールドしてくれる感もあります。はい、というわけで今日はこちら E3008 の内外装と使い勝手お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか？非常にですねスタイリッシュです。このゴージャスさっていうのもですねの E3008 の魅力だと思いますので、皆さんぜひこれをですね実際に販売店にいてチェックをしてみてください。未来感が本当にすごいですし、見た目もめちゃめちゃかっこいいです。サイズ感もちょうどいいんじゃないかなと思いました。それではこの次にですね試乗編をお届けしてまいります。非常にパワフルでトルキーなところがフランスのあるルートに合うよっていうのをねお話ししていこうと思っておりますのでご覧ください。そしてさらにその後にですねオンフルールあたりのですねドライブの様子をですね旅行記として Vlog としてねお届けしようと思っておりますので、そちらもご覧いただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。